こんにちは、トバログです。今回はですね、前回とちょっと日が空いてしまったんですけども、2023年のベストバイ暮らしの道具編をやっていこうと思います。前回ね、年明け前ぐらいにガジェット編をやっているんですけど、それのつながりでね、結構ガジェットもいろいろたくさん紹介したいものがあるし、買ってよかったね、そういう生活雑貨とか暮らしの道具みたいなのもたくさんあるので、ちょっと今回も別々で紹介する形ですね。それでは早速いってみましょう。まず紹介していくのがこちらですね。あれ、ワイヤレスイヤホンってガジェットじゃないのっていう感じなんですけど、こちらワイヤレスイヤホンに見えるんですが、なんとね、これで電動シェーバーなんですよね。すごくないですか？これ前にも紹介したんですけど、これはね、パナソニックのラムダッシュパームインっていうめちゃくちゃもうコンパクトで手にね収まるサイズ感なのにすごくパワフルっていう、電動シェーバーです。購入したのはね去年の9月ぐらいなんですけど、その前のね予約段階ぐらいから確かね、店頭とかツイッターとかそういうので見ていて、うわこれはもうまさに今欲しかった電動シェーバーだっていうところで、そこからねもう心待ちして予約注文したアイテムですね。家電というかこういうねなんていうか美容家電じゃないですけど、そういうものに対して予約注文するのって人生で初めてだったので、そのぐらい個人的にはインパクトが大きかった電動シェーバーです。これ何がすごいのかっていうと、こういうタイプのね小さい電動シェーバーって結構いろいろなメーカーから出ていると思うんですけど、これはね本当に日常的に使えるかなりパワフルな機能性っていうところですね。こんな感じで見てるとね、結構旅行用とかなんかサブの電動シェーバーみたいな感じでパワーが弱そうな雰囲気あるんですけど、ここをねカポッと取り外すと、なんと見てください、この丸みを帯びた筐体からは想像できないようなね5枚刃っていう結構ね電動シェーバーの中でもハイエンドな方の、部類に入る機能性っていうところがやっぱり面白いところですよね。かつね反り味もパワフルで、こんな感じのウィーンっていう、こういうね5枚刃とかかなりパワフルなハイエンドの電動シェーバーって割とスティック型が多いじゃないですか。こうやってねギラリとしたなんかソリッドな車みたいな雰囲気のデザインのものが多い中で、これはね本当にミニマルな風合いなので、例えばね自宅で歯ブラシとか、イソップの、ハンドウォッシュとかそういうねおしゃれな雰囲気のものと一緒にこう置いておいても全然ね違和感のないこのデザインっていうところがやっぱりねいいポイントですよね。で特にね外で使うとか、僕今オーストラリアにいてオーストラリアでも毎日使っているんですけど、これの本当にいいところはここをパカッと開けると、これ USB-C で充電できるんですよね。普段スマートフォンとか、iPhone とか iPad とかそういうのをね充電している端子をそのままねこれを充電できるっていうところがやっぱり分かってるなっていう感覚です。結構電動シェーバーって、防水性を保つためにね独自規格のこういうケーブルが必要だったりするんですけど、そのひげを剃るためにね独自規格のアダプター、しかも真っ黒だったりするんですよね。そういうのが、それとね持ち合わせるのちょっと嫌だなっていうのはねよく感じていたポイントだったので、防水性 IPX7 相当の防水で、シャワー中でもね剃れる感じなのに、この USB-C ポットっていうところがねやっぱりそこも嬉しいポイントです。なんとねこの持ち運ぶためのキャリーケースも付属しています。結構いい感じの素材感で、見た目が本当にコスメとか美容家電の感じに近い風合いなんですけど、本当に中身もね起毛素材で、これに入れて、いつでもなんか出張のバッグとかそういうのに入れてね持ち運べるっていう点が熱いですよね。こういうのがあるのすごい、結構男物のこういうねシェーバーとかって割とソリッドなデザインが、さっきも言った通り多いんですけど、このね丸みを帯びてミニマルな風合いっていうなんかねユニセックスっぽいデザインがかなりツボですよね。これはラムダッシュパームインに関しては2種類あって、ローエンドというか、機能性は一緒なんだけど見た目のねデザインがちょっと違うモデルと、このね白いタイプのこの人工で作った熱伝導プラスチック名残っていうね樹脂を、こだわった樹脂を使ったこのハイエンドなモデルの2タイプが出ています。両方ともね機能性
性は一緒なんですけど、デザインというかこういうね使っている素材が違うというところで、白が好きなのでちょっとねハイエンドなタイプを購入したっていうわけですね。価格は割と 4,5 万円ぐらいしていて、割と高いなっていう感じなんですけど、本当にこれを待っていたなっていう、本当にこういうタイプの、電動シェーバー待ってたんだよなっていうところで、思い切って購入してしまいました。今までねいろんな電動シェーバー使ってきたんですけど、このサイズ感とコンセプトにはやられたなっていうところで、これはね堂々のベストバイ入りしています。はい、続いて買ってよかったものベストバイ暮らしの道具編にランクインしているのはこちらですね。オムロンの低周波治療器です。こちらはね、本当に買ってよかったですね。結構頻繁に使ってます。オーストラリアでもほぼ毎日使っているものなんですけど、これはね何かっていうと、いわゆる、低周波マッサージ機って結構みんな知ってる人多いと思うんですけど、接骨院とかでなんか電気のパッドみたいなのを当てて、あれをねやるとドゥッドゥッドゥッっていうね刺激で血流を良くして、患部をねなんか回復を促すみたいなやつなんですけど、それのね自宅用のやつですね。これはね、じいちゃんばあちゃんとかが家でね使ってるイメージがすごい強かったんですが、実際自分がね大人になってデスクワークをするようになると、こういうタイプのマッサージ機めちゃくちゃ効きます。これねどういうものかっていうと、ここにねジェルパッドみたいなのがついていて、これをね自分のなんか体に貼り付けて、それで電気をねこれで流すっていうアイテムです。今動画撮りながらなんですけど、だいたいねこの動画編集してたり、作業とかしてるとこの首の付け根とかがめっちゃ凝るんですよね。僕の場合なんかねなんていうの、ストレートネックみたいなものを持っていて、なのでね普通に作業してるとこの首のねところの付け根がめっちゃ凝りやすいっていう現象が起きてるんですけど、ここにねこうやってペタッと貼って、でなおかつこれ今ね電池が2個入っているんですけど、電池駆動でこれをオンにするとこんな感じでいろいろなメニューに分かれてるんですよ。肩、腰、腕、関節、ふくらはぎ、足の裏、叩く、揉む、押すみたいないろいろなねモードがあって、これを例えばね肩っていうところにセットして強さをね選んでいくと、だいたい僕の場合10ぐらいでやるんですけど、ちょっと動いてるの分かりますかね。こんな感じで今ね電気が流れていて、とても乾電池ってこんなパワーあんのっていう感じなんですが、こういう風にね自分のこの張った患部をこうなんていうの揉む感じで、電気的にねこう揉む感じで揉んでくれるっていうアイテムですね。いやこれはなんだかんだ買ってよかったわ。本当にねシンプルなものなんですけど、こうやってデスクに座りながらとかちょっとねリラックスしながらいつでもこの使える感じがめちゃくちゃいいんですよね。いやこれはね Amazon で4000円台で購入したんですけど、本当にめちゃくちゃいい4000円の使い道ですよね。なんかで個人的に気に入ってるのが腰モードで、今ねちょっと腰に貼ってないんですけど、腰だと本当に骨に響くかっていうぐらいねピリピリした感じで気持ちよくね電気信号を促してくれるので、これはおすすめです。なんで急にこれを買ったのかっていうと、前にねデスクの取材をさせてもらったカトチンさんっていう人がいるんですけど、その人はねもう1日20キロとか走ってるような人で、彼がなんかその自分のねなんていうんだろう、体の凝りとかなんか疲れとかをねアフターケアするためによくこれの、上位モデルのねワイヤレスで使う版を持ってますっていうのをカバンの中身見せてもらった時に言っていて、これ結構そうだよな、そんなに効くんだみたいな感じで思って、それでねさすがにワイヤレス版まではいらないけどちょっと試してみようかなと思って使ってみたところ、かなりね良かったっていうところですね。これねこんな感じで普通に自宅で使うのもいいんですけど、これのすごいいいところってやっぱこのコンパクトさですよね。バッテリーもいらず電池だけでね駆動してくれて、でかつね有線ではあるんですけど、本当にちょっとしたなんか iPod を持っているくらいの感覚のこのサイズ感で持ち運べるので、旅行とかその出張とか作業もしつつちょっとねサウナに行った後とかね、そういう時とかに使うためにはかなりちょうどいいサイズ感だし、しかもねパワーも全然問題ないくらいなので、これはおすすめしたいな。しかも自分で使っていて結構いいんだよなっていうところで、やっぱりねベストバイ入りしていますね。トバロフのベストバイって結構変なもの多かったりするんですけど、これは本当に万人におすすめできるかなっていう感じです。
ちなみに僕の場合はこれね付属していたやつじゃなくてロングライフパッドっていうなんか耐久性が結構高いタイプのものを使っています。これにすると本当にねピタッと密着してよりね電気信号をちゃんと送ってくれる感じがあるので、これはおすすめしたいところですね。はい、こんな感じ。めちゃくちゃ余談なんですけど、これはね全然違うオーストラリアで買ったやつなんですが、こういうタイプのねマッサージクッションオムロンからも出ていて、これもね1万円以下で結構この首周りとか腰周りのねこりをゴリゴリほぐしてくれるので、こういうタイプもね一緒におすすめしたいです。ちょっとねこれは余談ですね。はい、続いて買ったものなんですけど、続いては洋服ですね。トバログではなかなか珍しいスタイルなんですけども、こちら太郎東京のスウェットに関してはかなりね買ってよかったなと思っています。普通に僕はあんまりね洋服とかに詳しくないので、吉高井上とかみたいにねなんかいい感じに語ることは難しいんですけど、今までね結構安めのスウェットとかを着てきたわけですよ。なんかそういうねファストファッション的なやつを着てきて、本当にすぐ毛玉だらけになって、裏起毛とかもねすごいボソボソになって、なんか毎年のようにね買ってはシーズンごとに捨ててみたいなのを繰り返してたんですけど、これね太郎東京のスウェットに関してはかなり良くて、このね風合いと、素材感と、着心地の良さみたいなところからベストバイ入りさせてもらっています。ちょっとねこの部屋というか今オーストラリア真夏で暑いんで、なんかね着て見せるのが若干難しいんですけど、はい、実際に着るとこんな感じのシルエットですね。ちょっとね本当にもうほぼ毎日冬と春と秋とかは着てる感じで、自宅でねオンラインミーティングする時ももちろんなんですけど、外でねなんか飲み会に行くとかちょっとね打ち合わせするとか、そういう時もだいたいこれ着てましたね。なんか今年は、これ何がいいのかっていうと、まずねこのシルエット感とちょっとね緩いサイズ感と、なんか服の話するのめっちゃむずいんですけど、そういうねこのなんか着心地のふわっとした良さみたいなところが気に入っています。ちょっとね脱ぎながら紹介するんですけど、太郎東京ってそもそもどういうメーカーなのかっていうと、もともとね確かブランド物の服とかを受注して生産している OEM とかそういうね的な、日本の会社さんですね。なんか工場とかといろいろやり取りしながらやっていたんですけど、自分たちでね品質のいいものをできるだけね価格を抑えて、世に送り出そうっていうところから、このねブランドがスタートしたみたいで、そんなにね歴史は長くないと思うんですけど、昔トバログでなんか PR してくださいみたいなねメールをいただいて、いや服の PR はできないですねみたいな感じで言ったんですけど、試しにね1着買ってみたところめちゃくちゃ良かったので、そのまま気に入って使ってるっていうものです。結構ね T シャツとかセーターとかもいいんですけど、個人的にはやっぱりねこのスウェットに出会ってすごいいいなと思ったので、今回紹介してる感じですね。で結構ね素材感とか裏起毛の感じとかもこだわりがあるみたいで、いわゆるね裏起毛みたいな感じじゃないんですけど、こういうね編み心地のなんかタオル地みたいなそういう感じの素材感ですね。一応商品説明とかを見ていくと、なんかね和歌山県の釣り編み機っていうなんかねすごい効率が悪くて今はほとんど使われていないような、だけど品質が高いみたいなものを使って編まれているらしいですね。そのためになんか生地は結構柔らかくて伸縮性に優れていて、かつねとても風合いがいいっていう説明がされているんですけど、確かにそんな感じだなっていう気がしているものです。でこれはね太郎ワイドクールネックっていう、スウェットなんですけど、これ割と重厚感があってすごい肉厚なのに価格がね1万1000円とかなんですよね。割とこういうのって2万円とか3万円ぐらいするイメージなんですけど、このぐらいの価格で買えるならいいのかなっていうところで、今回購入して使っています。あとねこのデザインのシンプルさとかもいいですよね。特にロゴとかもなく普通にね着ててもそれどこのみたいなもうならないみたいなそういう感じがすごく良くて、でさりげなくねタグがこういうところに太郎東京っていうのが一応ねあるんですけど、それ以外はかなりシンプルっていうところで、個人的にはその見た目の主張のなさと、あと着心地の良さ、機能性の高さみたいなそういうところから気に入ってるところです。僕はねそんなに服に詳しくないのでそんなおすすめできる
わけではないんですけど、個人的にはねすごい気に入ってほぼ毎日のように着ていたので、これはベストバイ入りしています。ちなみにこれはね去年買ったものなんですけど、今年もね、同じものを購入しているので紹介してなかったから紹介してる感じですね。ベストバイ。はい、というわけで続いて紹介するのはこちらですね。こちらは何かっていうと、よいしょ、はい、ベビーカーです。ベビーカーはねなかなかね子供連れじゃないとちょっとね購入する機会とか、見る機会ってないと思うんですけど、これはね本当に買ってよかったなと思うアイテムですね。これはねヌナっていうオランダだったかな、オランダとかあっちの方のヨーロッパのねメーカーが出している、ベビーカーでトリブっていうタイプのモデルです。日本だとね確かトリブネクストっていうのがそろそろ出るらしくて、今はね廃盤になってしまっているんですけども、その関係でめちゃくちゃ安く買えたんですよ。確か元ね9万円とかそのぐらいなんですけど、これに関しては5万円ちょっとで購入できたので、そのね価格差を考えるとめちゃくちゃいいなっていうところで、これはね重宝してますね。でもともと子供がね新生児だった頃はこれのねヌナの大きいなんかねミックスっていうやつを使ってたんですよ。結構ねタイヤが大きめのやつで、その代わり重厚感があって、こういうね砂があるようなところでも走りやすいっていうやつを使ってたんですけど、さすがに子供も大きくなってきて、こうやってね海外旅行とかするようになるとちょっともう少しねコンパクトで座りやすいものが欲しいというところでこちらを購入しています。ベビーカーね結構いろいろなメーカーがもちろんいろいろなものを出していて、結構ね何にするかってすごい迷ったんですけど、ヌナのいいなと思うところはこのデザイン性ですよね。なんか安っぽくもなくて、結構ね見た目もかっこいい、このなんていうかナチュラルな系統のアースカラーとかが展開されている点がすごいいいなと思って、まずね見た目的にかっこいいなっていうところからヌナに入っています。前に使ってたモデルも同じようなねデザインのものを使っていました。でかつこのねヌナに関してはちょっとね軽めで華奢なタイプではあるんですけど、重さがだいたい8キロとかだったかな。ベビーカーの小さめなものにしては結構重たい方なんですが、それでもね結構コンパクトなタイプになっていて、かなりこのなんていうかこの押した時のヌルヌル感とか、このねちょっとこう飛び越える感じとかがすごいしやすいんですよね。でなおかつこういうタイプのベビーカーって結構ね耐荷重が低かったりするんですけど、例えば2歳半とか3歳ぐらいまでとかあったりするんですけど、ヌナのこれに関しては22キロ、だいたい4歳ぐらいまで使うことができるので、今もうそろそろ3歳になろうとしてる娘もしばらく使えそうっていうところで、そういうね点がいいなと思いましたね。やっぱりこの重厚感がちゃんとあるとか、その辺が結構魅力的かなと思います。でなおかつ今ねちょっと遠いところから撮ってるんですけど、これをねワンタッチでこうやるだけでこのままね折りたたんで、コロコロ転がしたりはできないんですけど、こうね子供を抱っこしながらこうやって抱えて階段を上るとか飛行機の方に行くとかね、そういうのもしやすい点がかなり魅力的です。ワンタッチでこういう風に開くっていうのもいいですね。で結構ね簡易的ではあるんですけど、割とリクライニングも効いていて、こうやってね引っ張るとこうかなりフルフラットな感じにリクライニングにしたりとか、あとこうやってグイッとやれば普通に座りに近いような感じの角度に変えるとか、そういうこともしやすいです。あとここもこうやって外せるので、子供がね自分でこうやって最近はカチッカチッと取り付けたり取り外したりしてますね。であとねここに耐荷重4キロのあるこのね荷物置き場もあるので、こういうねコンパクトなタイプだとめっちゃ嬉しいと思うんですけど、例えば買い物とかでスーパーに行って、そういう時にね重たいなんか物を買った時にこの中に入れて、耐荷重4キロですけど実際ね10キロぐらいまで使っちゃったりしてるんですが、そういうね重たい荷物とかバックパックとかそういうのがね入れてハンズフリーで持ち歩けるっていうのが結構いい点ですね。あとはねここにロック機能がついていて、気軽に本当にこうやってカチッとやるだけでかなり効いてくれる感じのロックになるので、これもありがたいです。こう本当にワンタッチで買い物して並んでる時とかにこうカチッとやるだけでいいので、これはすごい楽ちんで、別売りで結構ね高かったんですけど、なぜかこれも廃盤セールなのか、これもね購入すると1個ついてくるみたいな感じになっていて、このねホルダーもそのまま使っています。こういうね大きめのタンブラーとかをガシッと入れて、このままこうやって出かけることが多いですね。これがねできるのが結構いい感じです。
ただベビーカーってね結構揺れるので、タピオカとかなんかねシェイクとかそういうこぼれやすそうなものを入れるとちょっとねこぼれるので、そこはね注意が必要ですね。ちょっとね子供がいない人とかにとっては退屈な、アイテム紹介ではあると思うんですけど、個人的にはやっぱこれはねスイスイ海外旅行行ったりとかちょっと遠出する時、ショッピングセンターに行く時とかにかなり重宝しているので、これはもうベストバイ入りしております。はい、続いて買ってよかったなって思うもので言うとこちらですね。スノーピークのよいしょ、このフィールドバリスタミルっていう、豆をひくためのこの折りたたみの豆ひき機と、あとこちらですね、こちらのフォールディングコーヒードリッパー焚き火台型っていうこの2つがかなり買ってよかったなと思っています。僕の場合そんなにねキャンプに行くとか屋外でねコーヒーを飲むとかそういうことはあんまりしない派なんですけど、何に使うかっていうとこういうね旅行の時にめちゃくちゃ最適です。僕の場合ね自宅ではデロンギのコーヒーをねひくためのデカめのグラインダーと、あと専用のなんか陶器のドリッパーみたいなので、そんなにこだわるわけじゃないんですけど、自分でね豆からひいてコーヒー入れるのが割と日課だったりするんですよね。会社員の時はできなかったんですけど、フリーランス結構朝ね時間があるので、そういうね時間の使い方もしやすいっていうところで結構毎回それが日課になっているんですが、海外に行った時とか、あと実家に帰った時とかですよね。そういう時になんかいつも日課にしているこの自分で豆からひいてコーヒーを入れるみたいなことができなくなるので、コンビニのコーヒーとかもいいんですけど、自分で入れた方がねやっぱり好みの問題で一番美味しいっていうところで、やっぱりこれは手放せないアイテムかなと思います。特にねオーストラリアって割とコーヒー文化なんですけど、基本的にエスプレッソなんですよね。なのでカプセルタイプのものとか豆もねすんごく細かくひいてバコって入れてガンガンガンみたいなやつで抽出するんですけど、僕の場合ドリップコーヒーを飲むのが結構好きなので、豆でね購入してきて、そのね豆をこの中に入れて、でそれでこうガリ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 ってひいて、朝コーヒーを入れるっていう感じです。でいろいろねこういうミルも見てきたんですけど、これの場合何がいいのかっていうと、見た目のね、かっこよさみたいなところもありつつ、このハンドル部分が気持ちよく収まるんですよね。この筒みたいなサイズ感で収まってくれるので、旅行みたいにねできるだけ荷物を減らしたいっていうところだと、こういう風にガシってなってて、ここがね破損するリスクがあるよりはこの折りたたんで持ち運べるところがやっぱりいいなと思ってスノーピークのものを購入しています。いつかはね電動のものが欲しいなとは思うんですけど、海外旅行中はやっぱりバッテリーとかも入ってないこちらがいい感じです。このねポーチもなんか可愛らしいですよね。こういうポーチに入れていつでも持ち運べますっていう感じで、見るももちろんなんですけど、どっちかっていうとやっぱドリッパーが折りたためるのがめちゃくちゃいいですよね。この厚さ、紙よりちょっとね厚いぐらいの、なんかパスポートと同じぐらいの厚さでこれが収まって、で必要な時にこうグイってやって、でフィルターを乗っけてこれですぐコーヒーを入れられるっていう、これがめちゃくちゃいいです。前までねプラスチックのやつ持ち歩いてたんですけど、やっぱりねかさばるのと、あとちょっと割れちゃうとかね、そういうリスクもあったりするので、できるだけ割れにくそうで結構頑丈そうなこちらのフィールドドリッパーを購入している感じですね。近いようなものがプラスチックとかで100均とかでもね売ってますよっていうコメントあったりするんですけど、なんかね100均のよりちょっとスノーピークのやつ使いたいなっていうところでこちらをね愛用してますね、セットで。めちゃくちゃ使い勝手がいいですっていうわけではなくて、意外とねミルに関してもちょっとね刃が弱かったりするのか、こう豆をねたくさん入れた状態でこうガリガリやるとちょっとこう引っかかりをね感じたりとかするので、完璧に最高っていうわけではないんですけど、機能性をねものすごく追求するっていうよりかは、見た目とこの佇まいと機能性、最低限の機能性っていうところでこのねスノーピークは気に入って愛用しています。というわけで、毎日使っているのでベストバイ入りしている感じです。
はい、続いて買ってよかったもの2023暮らしの道具編なんですけど、こちらのねビルケンシュトックのインソールブルーフッテッドスポーツブラックエディションっていうやつはめちゃくちゃ買ってよかったです。いやこれはねめちゃくちゃ良かったですね。正直今まであんまりねインソールでその歩きが変わるとかなんかね疲れが軽減するとかってあんまりなんかね感じたことなかったんですよ。今までなんかスポーツ用のやつとか、買ってみたんですけど、そこまでね変わる感じしなかったんですが、このビルケンシュトックのコルクみたいなのでできたこれは最高です。見た目はね本当になんかインソールって感じなんですけど、このねかかと部分だけをちょっとね高くして、これちょっと底上げしてなんか土踏まずとかもねちゃんと守ってくれるみたいな、見た目的にはこれで4000円もすんのみたいな感じなんですけど、半信半疑で買ってずっとね半年以上使ってるんですが、本当に最高ですね。ちょっとね汚いものをお見せしてあれなんですけど、どういう風に使うのかっていうと、普段ね使っているスニーカーとか何でもいいんですけど、いつもね使い分けてるようなものとかにこうやってカポッとここに入れて、この状態ですね、この状態にしただけでこのまま、普通に歩くとあれいつもと歩き方全然違うっていう感じになるわけです。今までね僕結構歩いてる時でしんどかったのが、このねふくらはぎのあたりにね力がかかりすぎて、ちょっと本当に30分とか歩くだけでもめちゃくちゃここが張って、こうなんかトイレとかに行くたびにこうね揉まなきゃショッピングモールとかで辛いみたいな感じだったんですけど、それがねほとんどなくなりましたね。なんかこのインソールを入れることによって、おそらくこっち側だけに言っていたなんて言うんだろう、重心みたいなのがちょっと分散されて、若干こっち向きからこっち向きにね足が変わった気がします。なのでどっちかっていうとこの内側のこっち側とかにね分散されて、全く疲れないとかそういうわけではないんですけど、ここだけにね負荷がかかって本当に短時間しか歩けなかったのが、こっちのね側が疲れて逆にこっち側がちょっと凝るんだけど、それでもね30分歩いた時のね疲れの感じ方は全然違うみたいな感じだったので、もちろんね感じ方には人それぞれあると思うんですけど、個人的には本当に良かったですね。そういうなんか歩き方の癖みたいなのが自分で直すって本当に難しいと思うんですが、その辺をね、矯正してくれるアイテムっていう感じでした。難点としてはこのねインソールの部分がこういう風にねザキッとねちょっと傷になってしまうので、本当に高いプレミアのスニーカーとかではね使いづらいっていうのはあると思うんですけど、こういう普段使いのスニーカーとかでカポって入れて、これでね歩いてふくらはぎとかが疲れてきたなとか、なんかいつも歩きすぎてちょっと疲れたなみたいな、でこれを使って全く疲れないっていうことはないんで、これで疲れてきたなってなったらちょっとこれを外して、またねふくらはぎだけにちょっと重心を置いて、でまたそれが辛くなってきたらこれをねまた入れてみたいな、そういうね使い分けとかができるのもこの固定しないタイプのインソールのいいところですね。若干難点としては、ここねかかとが高くなっちゃうんで、靴が脱げやすいというか靴下がちょっとずれやすくなった点はねちょっと難点ではあるんですけど、本当に歩き方が変わるというか生活がねかなり変わった気がするので、これを本当にベストバイ入りしたいですね。本当に人によって感じ方は違うのかなとは思うんですけど、本当にふくらはぎとか一部分だけにね負荷がかかってるなって感じてる人はねかなり改善するというか結構効果があると思うので、ぜひ使ってみてください。ちなみにアウトレットモールとかでもこれはね安くなっていません。はい、続いて買ってよかったものでいうとこちらですね。よいしょ。これ前にも動画で紹介していると思うんですが、ウーフォスっていういわゆるねリカバリーサンダル、これはねめちゃくちゃもう愛用してます。買ってよかったです。なんかね日本にいる時に、真夏でちょっと暑い時にねアスファルトが多いから、こういうのがあったら、歩きやすいよねっていうところでね購入して使ってたんですよ。で結構いいのがやっぱりこの柔らかいこのウレタン素材で、ちょっとね今汚れてだいぶ毎日履いてるんで汚くなっちゃったんですけど、ウレタンっぽい素材でかなりインソールみたいな柔らかいインソールを履いてる感じなんですけど、普通のね固めのサンダルと違って全然やっぱ疲れにくさとか感じないですね。なんか下手したらちょっとしたスニーカー履いてるよりもねすごい楽なんじゃないかっていう感じのアイテムなんですけど、その辺がすごく心地よくて気に入っています。で
ベストバイ入りたるゆえんとしてはやっぱりね、オーストラリアも結構ずっとねサンダルを履いている文化なんですよね。こういう風にプールとかもあるし、割とね水辺に行ったりとか海辺とか散歩したりとか、そういうのがねすごい多い場所なので、そういう時必然的に靴よりもこういうねサンダルで歩くんですけど、割と長い距離を歩いていても本当に疲れにくいというか、さっきもねこのビルケンシュトックのインソールとか紹介しているんですが、本当に疲れやすい体質なので、その辺ね疲れにくいこういうのが選べるっていうのがかなり良くて、これは愛用してます。本当に日本でも使ってたし、オーストラリア今夏なんですけど、夏というところで一年中ねこれを履いて今は使ってますね。で特にこういうね鼻緒がついてるタイプのサンダルって結構長時間履いてるとこの辺痛くなってくるんですけど、ウーフォズのこのサンダルに関してはほとんどねここのせいで痛くなって皮がむけるっていうこともなくて、めちゃくちゃ柔らかい素材なので、このまま長時間ね歩いたり、出かけたりしても大丈夫っていうところも嬉しいですね。難点としては靴下をね履いたまま履けない形状のものを購入してしまったので、次購入するなら靴下を履いていてもね履けるようなタイプのものが欲しいかなと思っています。であとはね結構慣れてきてはいるんですけど、ここですね、ここのこういう先っちょのところが結構ね、出っ張りがちなので、割とこの地面に吸ってこのウレタンっぽいところがね擦れちゃってるんですよね。結構そこは慣れではあるんですけど、割と気になるところではあります。ちょっとねサンダルにしては高い部類なのかなと思うんですけど、このねズボンとか僕の好きな雰囲気の色に合いやすいし、こういうね、歩きやすさみたいな快適性を考えてもかなりいいところなので、これはねベストバイ入りさせてください。おすすめ。はい、続いて購入してよかった、今年ベストバイ入りだなっていうもので言うと、僕用ではなくて子供用なんですけど、ストッケのねトリップトラップっていう子供用のチェアがめちゃくちゃ良かったです。はい、こういう感じのアイテムですね。これはね、今引っ越しちゃって実家にあるんですけど、子供用の椅子をこんな感じで今まで置いていました。トリップトラップに関しては結構ね今まで使ったことがあるよっていう、自分でも持ってるよみたいな人多いと思うんですけど、改めて紹介すると、これはね、50年前ぐらい1972年にノルウェーでね発売された子供用のチェアっていう感じですね。ピーター・オズビックさんっていう人がデザインしたもので、本当に子供から大人になるまでね本当に長い年月をずっと使い続けられるっていうところがやっぱりポイントの椅子かなと思います。日本でもかなり人気があって、結構ね、ちょっとしたデパートとか、あとショッピングセンターとか行くと子供用の椅子としてね置かれてることがあったりすると思うんですけど、僕の場合割とこのワイチェアだったり北欧系のねデザインの家具で、このリビングを統一したいなっていうね野望みたいなのがありまして、そのために何の椅子が一番いいのかなっていろいろ考えたところ、これが良くて実際に導入してみて、子供もすごい使いやすそうだなって思ったところですね。今はねちょっとオーストラリアにいるので持ってきてないんですけど、まずこのね、自分の家具たちと合わせた時の風合いがすごくいいのと、あとトリップトラップに関しては届いた段階から自分で組み立てるんですよね。半分ぐらい組み立てるので、子供が一番座りやすい位置に板をね差し込んだりとか高さを調節したりっていうのがすごくしやすいです。なので子供がねこの椅子に対して高すぎるとか小さすぎるとかもなく、成長に合わせてね自分で多段階に高さを変えられるっていうところが割とね、価格はちょっと高め、4万円近くするので高いんですけど、その辺がすごいいいかなと思ったところですね。であといろいろなねカラーリングがあって、最終的にはナチュラルなカラー選んでるんですけど、レッドだったりイエローだったり自分のね、そういうインテリアとかに合わせて選びやすいっていうところも割とポイントかなと思います。で実際にね子供が使ってて、これ買ってよかったなって思うところだと、ハイチェアなんですけど階段みたいになっているので、自分でねご飯を食べたりする時とかに上り下りができるんですよ。結構 IKEA のすごい安いやつのタイプとかだと自分で上り下りとかできなくて、いちいちね抱っこで持ち上げて乗せたりね下ろしたりしなきゃいけないんですけど、トリップトラップだったら結構そういう階段みたいに自分でね楽しく登ってくれるっていうところが割と
といいところですね。であと子供って結構こうやってすごくね動いたりとか、暴れたりみたいなのもしたりするので、そういう時でもこうガタンってね倒れにくい構造っていうところもいいところかなと思います。今まで結構ね子供が使っててこうガシャンガシャンとかねやったりしても倒れたことがなかったので、その辺はすごい安心感がありますね。であとこの間ね平井さんっていう人のルームツアーさせてもらって、そのね後半のあたりで実際に奥さんがね子供の頃から実際に今も使ってるっていうね首都圏トリップトラップ見せてもらって、本当にこれ長く使えるんだみたいな、なんかね結構色も経年変化で綺麗な色になっていて、それとかを見るとやっぱりトリップトラップにしてよかったな、長く使ってほしいなっていうのをねすごく感じますね。最大ね136キロまで耐えられるらしいので、子供がね130キロになるぐらいまでは全然これが使えるかなっていう感じがしています。手元にね見せられる現物があるわけでもないのでそんなに語ることはないんですけど、これはねその家族総じてなんか自宅の雰囲気と実用性とか、あと将来的にも長く使えそうみたいな、そういうのいろいろ考えた上でこれはもうベストバイ入りしたいなっていうところでベストバイ入りさせていただいています。はい、続いてね購入してよかったもので言うと、よいしょ、こちらですね。はい、これです。この間もね紹介したばっかりではあるんですけど、ダイソンのこの水拭きができる掃除機、これはやっぱりねすごい実用性に富んでいて買ってよかったなっていう気がしていますね。はい、ちょっとね全部をこう俯瞰で撮るのが難しいので一部分ずつだけなんですけど、こちらはねダイソンの V15S サブマリンとかだったかな、前にねダイソンの PR 動画で V12S ディティクトサブマリンっていうのを紹介させてもらったんですけども、それのね上位モデルというかより大きくてパワフルなモデルっていう感じですね。いや本当にダイソンの掃除機って実際ね初めてこの間 PR で使わせてもらったんですけども、いやめちゃくちゃこんなにいいもんなんだみたいなすごいね感じたので、それで、オーストラリア結構掃除機問題割とあったので、これはもう思い切って買って、オーストラリアから出る時に売却すればいいやっていう感じのねところでこちらを購入しています。めちゃくちゃ良かったです。何がいいのかっていうと、まずねやっぱりパワフルなところですよね。ちょっとね実際、ここのトリガーを引くと、はい、こんな感じのめちゃくちゃ強い音が鳴って、しかもねここの後ろちょっとね今汚いんですけど、これ本当に風圧を超感じるぐらいこのねパワフルなブラシと、あと吸引力でかなりねちゃんと部屋中を掃除してくれるっていうこのパワフルさがやっぱ最強ですね。で特にこのねダイソンのやつだとめちゃくちゃいいところがたくさんあって、このね吸引力はそうなんですけど、例えばねゴミを捨てる時とかも、たまにこういうホコリとか砂とか結構ねオーストラリアそういうホコリっぽいもの吸いやすいんですよね。なのでちょっとね捨てるのだるかったりするんですけど、ここをねガシッと押さえてバカッとやればね、ここから直接すぐにね紙のパックとかもなくバカッとゴミが捨てられるので、その辺めちゃくちゃ使いやすいです。でなおかつここちょっと面白いんですけど、ここにね丸いディスプレイがついていて、残り掃除ができる時間と、あとどのぐらいの量のどのぐらいの大きさのゴミを吸ったかっていうのがね一目瞭然なんですよね。この辺はやっぱりねエンジニアリングというか、オタクみたいな人たちがいっぱい集まって作ったんだろうなっていうね心地よさと、その辺のね、追求性みたいなのがすごく心地よくて、これをね使ってしまいますね。日本ではね売ってないサイズだったと思うんですけど、オンラインとかだと売ってんのかな、それによってこういうね細かいこのトリガーを押すとちゃんと吸い込んでくれる機能だったりとか、あとこっち側のヘッドがもうほぼ屋外みたいなオーストラリアの自宅でもがっつりね掃除してくれるこのパワフルさがすごく魅力的です。
でかつサブマリンシリーズやっぱりいいのがこれですよね。この水拭きができるねローラーモップみたいなのの水拭きゴリゴリしてくれるやつがついていて、でこれでね、これで掃除した後に結構ホコリっぽさとか残ってるところでも部屋中ねこれでバーッと水拭きをすればかなり床がねこういう例えばベタベタしやすいこの海の隣なんですごく潮風でここベタベタとか砂とかすごいんですよ。なのでそういうね掃除機をした後のこういう床とかも綺麗にねモップがけというか水拭きしてくれるところで、これはねもう本当にオーストラリア生活でも手放せないアイテムですね。週に2回ぐらいはこれで水拭きしているかなと思います。これ何がどういう風にいいのかっていうのは前のね V12S の動画を見てほしいんですけども、結構面白くて、ここにね水のタンクがあってそれをここで吸い込んでなんかね1000回以上何千回もねここでテストしたらしいんですけど、そういうのをこのねゴミ集め機みたいな汚れ水を集めるところがついていて、そういうのでこうね細かくなんかいろいろ作られている点とかも結構面白いんですよね。実際に使っててもすごい使いやすいし、そういうなんかオタク的な面白さがあるところが今回のこの掃除機いいところかなと思います。ではこの掃除機自体オーストラリアでだいたいね15万円とかそのぐらいして結構ね高いものではあるんでちょっと迷ったんですけど、そのね迷った次の週ぐらいにブラックフライデーセールが始まって6万円オフになってたんですよ。なのでこれはもう買って使って帰国するタイミングとかで売却すればほぼトントンなんじゃないっていうところで、今回ね購入して使っているわけですね。いや掃除って結構毎日するもんだし、割と戸建てとかだと埃っぽさとかねそういうのがすごい気になるので1日2,3 回とかしたりもするんですよね。子供とかも小さいので食べこぼしがあって割とオーストラリアゴキブリがものすごく多いので、そういう食べかすとかにね集まってくるとかを考えると定期的にこう掃除しなきゃいけないんですけど、その辺のね、ほぼ毎日使うところだから、それがしやすくなったっていうところで個人的にはねやっぱりベストバイ入りしたいなっていうところで今回紹介しています。はい、続いて購入してよかった暮らしの道具アイテム、暮らしの道具っていうか作業アイテムなんですけど、これだけは入れさせてください。ハーマンミラーのアーロンチェアリマスタードミネラル、これはですねロマンというか、本当にね、実際に使った感想としてもすごく良かったし、見た目的にもロマン的にも本当に欲しかったアイテムだったので、これはねベストバイ入りしております。これはちょっとね見ていただきたいんですけども、まずこの見た目のかっこよさですよね。ちょっと光がね入っちゃってあれなんですけど、この見た目のミニマルさ、かっこよさ、シンプルさみたいなところがめちゃくちゃかっこよくて、しかも座った時のね座り心地が本当になんかこう宙に浮かされているかのような、なんかハンモックのこう腰とかちゃんと押さえてくれているところのようなこのね座り心地みたいな、なかなか何を言ってるのか分かりづらいと思うんですけど、そのね実用性がめちゃくちゃいいですね。アーロンチェアに関しては、結構ね皆さんご存知の通りだと思うんですけども、アメリカのハーマンミラー社が、発売している世界で初めてねこのメッシュ素材を座面とか背中とかに取り入れた、オフィスチェアですね。でそれを新たにね2017年ぐらいに、今のねこの、ノートパソコンで作業するとか現代の仕事のスタイルに合わせて、再解釈というか新しくね作り直したデザインし直したのがこのアーロンチェアのリマスタードっていうところですね。で結構ね色もいろいろあって、アーロンチェアって割とこのブラック系のイメージ強いと思うんですけども、リマスタードに関してはミネラルっていうこの本当にライトなライトシルバーというかライトグレーのねモデルがあるっていうところで、もう本当に、2017年に初めて発表されましたっていう段階から、これはもう欲しい、これはもう買わなきゃいけないっていうねぐらいねなんか一目惚れしていたアイテムなんですけど、その時使っていた椅子があったりとか、いろいろね、タイミングがなかなかなくて、それから5年経った今やっとね手に入れたっていうことですね。このオーストラリアで、一番ねなんか思い入れがある買い物なんですけど、これはねもちろん日本にも持って帰るし、オーストラリアにいる間でこうやってねデスクでなんかこう考えたりとか、そういう時に
には必ず使うという感じです。本当にこの椅子について何がそんなにいいのっていうところはね、やっぱり前にも動画撮ってるんでそちらを見てほしいんですけども、こういう風にねちょっとホコリが溜まりやすいんであれなんですけど、細かくこう腕のところだったりとか、この背中のランバーサポート的なのだったり、そういうね角度だったり、そういうのがねかなり自由に、自分用にねカスタマイズできるっていうところがやっぱり、優れている椅子なのかなと思います。でかつこうやって座った時にいろいろこうレバーとかがついているんですけども、一番面白いので言うとこのね前傾姿勢になることができるんですね。前傾姿勢でちょっとノートパソコンとかする時に前かがみになるっていう時もねちゃんと腰とかを支えてくれるっていう、そういうね、構造のスタイルが強いのかなってところですね。一応ねリクライニングも結構してくれるんですけど、そこまですごくねなんかリラックスできるほどリクライニングするっていうわけではなくて、ある程度こう横かかって作業するっていう時に最適なぐらいのね、角度で割と落ち着きのある感じなんですけど、そういうところながらもちゃんとこのメッシュ素材で、かなり腰回りとかお尻回りとかをねサポートしてくれるので、長時間動画編集割と長時間仕事しがちなんですけど、そういうスタイルでもかなりね、使いやすいっていうところが実際に使ってみてよかったポイントかなと思います。今使ってるノートパソコンね2台こう使い分けながら使ってるんですけど、そういうねこういう作業はもちろんなんですけど、どっちかっていうとやっぱ VR 作業とかみたいに前をね向く、こうなんか重心がちょっと後ろになる時のこういう作業スタイルだとかなりサポート感があって疲れにくさを感じますね。結構ノートパソコンとかだと肩こりとか背中のこり気になるんですけど、こういう風にね、このぐらいの画面をここに3つ出してこうやってなんか作業するっていう用途だとかなり肩こりとかなんか腰痛とかもかなり軽減されるので、そういう使い方で今はすごい満足して使えています。何よりこのねデザインですよね。こんな感じで最近もね写真を撮っているんですけども、これはもう最高だなっていう、そのシルエットとあと雰囲気とそういうところがやっぱりね気に入ってるポイントですね。年末のねブラックフライデーセールは終わっちゃったんですけど、今年のなんて言うんだろう、秋頃というか冬頃にまたブラックフライデーとかやると思うので、気になった人はそういうタイミングとかを、公式サイトとかでね狙ってみるのもいいのかなと思います。これはもう言わずもがなベストバイ入りさせてくださいっていうところですね。はい、という感じでちょっとね間が空いてしまったんですけども、2023年本当に買ってよかった暮らしの道具ベスト10、ランキングではないんですけど紹介してみました。いやどれもねなんかこれがベストだっていうぐらいねちょっと順位をつけるのが難しいので、10選みたいな感じでやっているんですけども、いかがでしたでしょうか。結構ね本当に自分にとってはね、これ買ってよかったなみたいなものたくさんあるので、たくさんね本当にいろいろ気軽に買ってこれ試してみたいなのをした中でいいなと思っただけを紹介しているので、是非ね気になった人がいたら概要欄から飛んでチェックしてみてください。そして皆さんのね買ってよかったなって思うベストバイのアイテムとかも教えてもらえたらすごく嬉しいです。という感じで、今回はね、ちょっと長くなっちゃったんですけどベストバイ2023終わったので、これからはね2024に向かってちょっとねいろいろ毎月買ってよかったものとかガジェットレビューとかそういうのをしていこうと思っています。はい、じゃあ今年もねぜひよろしくお願いします。というわけでまだチャンネル登録してない人ぜひチャンネル登録していってください。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。